皆さんこんばんは、さちです。今回はこちらのポリッシュを使ってアジサイカラーのふんわりニュアンスをやっていきます。初心者さんでも簡単にできちゃうデザインです。それではスタート。ベースコードは D アップのストロングガードを使いました。キャンメイクの N29 番をすべての指に塗っていきます。今回のデザインは爪先にカラーをのせていくので、乳白色じゃなくても淡いピンク系やベージュ系でも大丈夫です。こちらの N29 番は薄付きの乳白色でどんなカラーとも相性がいいので、デザインのベースカラーに悩んだ時はこちらを使うことが多いです。はけ筋やムラが分かりにくいカラーなので、一度塗りでも綺麗に仕上がってかなり使いやすいんですよね。リピートしている方も多いんじゃないかなと思います。ベースカラーとしても使いやすいし、ニュアンス系やマーブルなどにも使いやすいカラーなので、まだお持ちでない方はぜひ使ってみてくださいね。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ネイルホリックの PU093V を使います。ペーパーパレットとメイクスポンジも使います。スポンジは小さくカットしておいてください。PU093V をパレットに少し出してスポンジにしっかりなじませます。なじませたら親指の爪先にポンポンしていきます。先端の右側と中間あたりの左側の2箇所にポンポンします。スポンジを使うことでアジサイにぴったりな優しい発色になります。中指も同じように爪先にポンポンします。パレットでカラーをしっかりなじませておかないとムラになりやすいので、10から20回くらいなじませてから爪にポンポンしてくださいね。薬指は爪先と根元の対角にポンポンしていきます。薬指は爪先だけでなく全体に色をつけていきます。小指の爪先にもポンポンします。爪先半分くらいに斜めにポンポンしてください。中間あたりは薄くなるように意識すると綺麗に仕上がります。もう少し濃くしたいのでもう一度ポンポンしていきます。カラーの濃さはお好みで調整してみてください。同じスポンジを使いすぎるとカスがポロポロつきやすくなるので、 2,3 回使ったら他の面を使うか新しいものに変えてください。スポンジにホコリがついている場合はセロテープなどでペタペタしてホコリを取ってから使ってくださいね。今回はこの後ラメを重ねていくので、多少スポンジの跡が残ってしまってもごまかせるので問題ないです。たまにキッチンスポンジを使っている方がいらっしゃいますが、キッチンスポンジは目が粗く跡が残るので、このデザインにはメイクスポンジを使うようにしてくださいね。チフレの944番を使います。944番をパレットに出して同じようにスポンジになじませたら、パープルの隣にポンポンしていきます。パープルの部分にも少しだけ重なるようにポンポンすることで2色がふんわりと自然になじみます。中指も同じように爪先にポンポンしていきます。淡い水色なのでスポンジを使うのが苦手な方でも失敗しにくいですよ。薬指は空いている爪先と根元にポンポンします。皮膚についてしまっても後から拭き取ればいいので、はみ出しなどは気にせずに際までしっかりポンポンしてください。人差し指の爪先にもポンポンしていきます。小指と同じように爪先半分くらいに斜めにポンポンしてください。もう少し濃くしたいので水色ももう一度ポンポンしていきます。スポンジの工程では乾燥時間は取らずに進めて大丈夫です。中間あたりはできるだけ薄くなるように意識するとベースカラーとの境目が綺麗になじみます。こんな感じで重ねて濃さの調整をするときは都度新しいスポンジを使うのがおすすめです。同じスポンジを使うと2回目からは発色が濃くなりやすいので、毎回新しいスポンジを使うことで薄付きになって濃さの調整がしやすくなります。
今回アジサイをイメージした色合いにしてみましたが、モンスターズインクのサリーみたいに見えてきました。こんな感じで先端は濃く中間は薄くなるようにします。ダイソージェネネイルのベースコートを使います。ベースコートをパレットに出してスポンジに軽くなじませたら、カラーをのせたところにポンポンしていきます。こんな感じでコーティングしておくことで、トップコートを塗った時にカラーがにじむのを防止します。乾燥時間は取らずに次に進みます。キャンメイクの N24 番を使います。ハケの余分な液を落としてからラメを少しだけキャッチしてスポンジでカラーをのせた部分に重ねていきます。ブルーに光るホログラムで雨粒のようにキラッと光ります。一箇所に固まりすぎないように注意しながら重ねてください。中指も同じように爪先に重ねていきます。穴が気になる部分にラメをのせて隠すようにします。薬指は全体に重ねていきます。厚塗りになりすぎないようにボトルの口でしっかり液量を調整してから塗るようにしてくださいね。人差し指と小指は根元あたりに少しだけ重ねます。ラメを重ねたら5分くらい乾かします。ラメを足したいところがあればキッチンペーパーに出して爪楊枝に取ってから足したい部分につけていきます。爪楊枝を使うことで厚塗り防止になるし、狙ったところにつけることができます。仕上げにトップコートを塗ります。縮み防止のためにキャンメイクを塗ってからネイリストを重ねて仕上げます。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。はみ出したところを拭き取るのを忘れてました。ふんわりアジサイニュアンスの完成です。淡い優しい色合いで2色が綺麗に馴染んでますよね。キラッと光るホログラムも綺麗です。使用したものをまとめます。右手はこんな感じです。小指以外は全てデザインの配置を変えました。スポンジでできちゃうから利き手にも簡単だし、ささっと時短でできちゃいます。ほんのり8色だからブルーやパープル系が苦手な方でも挑戦しやすいデザインだと思います。ぜひ真似っこしてみてくださいね。次回はキャンメイク新色を使った初夏にぴったりな縦グラデをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。またねー。